北沢のファンファンファンレコードと申します。自分は店主の阿部光也と申します。ジャズとかブルースとかカントリーとか、あとクラシックなんかもアメリカの音楽の古いレコードを中心に取り扱ってます。こんな感じのお店で別に派手に宣伝もしてないので、うちの置いてあるようなレコードが好きな常連さんとかの軽いたまり場みたいな感じになってて、古い時代の特になんか50年代ぐらいまでのやっぱりレコードとか音楽が自分が好きなので、やっぱりその辺のやつが中心になりますね。基準っていうか自分で面白いなと思ったやつ、あといろんな人が委託版で持ってきてくれたりとか、全然いろんなジャンルでヒップホップから民族音楽とかいろいろあります。そうですね。いや本当に自分の好みとしか言えないですね。自分ずっと渋谷のレコード屋さんで働いてたりしたんですけど、渋谷のハイファイレコードストア、引っ越す前のはかなり古い建物の時なんですけど、いろいろレコード聴いてるうちに1920年代だったりとかそういうのに夢中になって、まずやっぱ一番最初にこうガツンときたのは今の音楽との距離みたいな、あまりにこう全く違うんですけど通じるようなところもあるし、ほんと新鮮でしたね。普通に渋谷系ですよね。橋本さんがやってたサバービアとかああいうのに乗ってるやつなんかを聞いてました。頻繁に聞くんじゃないんですけど、やっぱこの人ですかね。ジョン・フェイヒーっていう、これが一番でかいですかね。Days Have Gone By っていうアルバムがあって、働いてたレコード屋の不良在庫みたいなところにあったんですよ。前の店主さんが多分買い付けてきて、なんだこれやっつって売れねえなって言って多分しまっといたやつだと思うんですけど、ジョン・フェイヒーいろいろ調べたりとかすると、やっぱりそういう音楽が好きで、それでカバーなんかもいっぱいしてて、まあなんだろうって言って思って、それで自分でもいろいろ調べて、その頃ね SP とかで割と買えたんですよ。下北でもね古道具屋さんみたいなのがあって、そこにいっぱいあったりとかして、池袋の有名な古本屋さんとかすごいいっぱいいろいろあって買って聞いてました。安かったし、その頃は。知らないやつを視聴してが多いですかね。やっぱね視聴させてくれたんですよ。なかなかないですよね。でもね100円とかだったんで別に外してもみたいな。やっぱ音がね本当にいいやつは本当に良くて、それはもうすごい迫力を感じました。昔神保町にディスクファイルっていうお店があって、エテルナトレーディングさんのもうすぐ近くだったんですけど、今なくなっちゃったんですけどね、そのディスクファイルにものすごい行ってました。ジャズとかはやってなかったんですけど、カントリーとかブルースとかフォークとかみたいな、あとやっぱフラッシュ、あそこではもうめちゃくちゃ買ってました。1920年代とか30年代のブルースとかジャズなんかを当時のなんか楽器の編成でやってた感じですね。当時働いてたレコード屋の、お客さんでレコードの好みで仲良くなって集まってた3人ぐらいでやってみるみたいな感じで始まりましたね。その中でジョン・フェイヒーだのなんだのをみんなで聴いたり聴かせ合ったりしてましたね。で自然になんかやる曲なんかもそういう風になっちゃってっていう。レコード屋のアルバイトってなんとなく3年ぐらいだったんですよ。みんな3年で辞めていくみたいな感じで、それで周りの人がそろそろ始める感じなんでしょみたいな。自分としては別にそのレコード屋をやろうと、自分でやろうとは思わなかったんですよ。それだったら働いてて、もっとバンドを真面目にやろうみたいな、当時は思ってたんですけど、でもやっぱね、周りの人が、やるんですよ、やるんですよ、みたいな感じになって、そういうもんなのかなみたいな。それで、ちょっと考えてみて、じゃあやるかみたいな。そんな感じですね。当時、渋谷、新宿、下北っていう感じだったんですよ、レコード屋街が。その中で唯一お店を出せるお金とかなんかそういう点で手が届いたのが下北沢だけだったっていう。国民級高校からお金借りて、まずアメリカに買い付けに行って、その時の買い付けたやつと、あとやっぱ自分の持ってるやつですかね。いやもう全然安いですよ。で、基本価格は。あとやっぱこういうレコードなんかも今と比べても全然簡単に手に入ったし、今よりは全然評価は低いって言ったらおかしいんですけど、一部の人、好きな人がただなんか好きに聴いてたみたいな感じで。マーロンタイム。はい。その名前の由来というのはちなみに。昔のメンフィスのブルースのハーモニカの人ですね。それはその解明しようと思ったの？実はあんまり意味なくて、自分もなんで解明したのか分かってないぐらいで、
ノアルイズレコードとしてオープンした頃からずっとやってたホームページがあるんですけど、ホームページの中ガラッと引っ越したんですよ。そしたらそれを機に名前も変えるかみたいな軽い気持ちで変えちゃったんですけど、逆に面白いかなみたいな思いました。でもお客さんとか減ってたのかな、ごちゃごちゃ悩んでたのかもしれないですね。お名前の由来はやっぱビーチボーイズですかね。ショップツアーお願いしたいと思います。お願いします。いらっしゃいませ。一番最初に目に入る棚が新着っていう感じですか？そうですね。この辺とこの辺新入荷、あとここも新入荷なんですけどね。週にどれくらいの枚数？全然20枚とかそのぐらいですかね。ただ入ったレコードただそのまま出してるような感じで。これはさっき言ってたジョン・フェイヒーと割と似た感じの弦楽器で独自の世界を作ったサンディ・ブルーっていう人なんですけど、これはすごいいいレコード。アレック・ワイルダーっていう人、作曲家で面白いイージーリスニングみたいなクラシックみたいなのをやってて、フランク・シナトラって書いてあるんですけど、でもこれは全然関係なくて、フランク・シナトラがただ名前を貸しただけっていう話なんですけど。そうなんですか。別に参加もしてない。参加もしてないです。でも大ファンだったらしいです。シナトラがアレック・ワイルダー。ジャズのスタンダードなんかをいっぱい書いた人なんですけど、すごいいいレコードです。これ最高。これ最高ですね。カナダのカントリーっていうか、そういうヒルビリー系のバンドなんですけど、もうほとんどロカビリーの一番最初みたいな感じの音で、バリバリスラッピングベースとかやっててめちゃくちゃかっこいいです。すごい詳しいロカビリーマニアの人は多分知ってると思います。これはね、DJ オキーシ君っていう、知ってるかな？オキーシ君っていうすごい面白いやつがいて、その彼が持ってきた委託、彼のレコードなんですよ。全く自分も知らないようなレコードばっかりで、でも正直今うちで一番来たお客さんに人気なのはこのコーナーかもしれない。オキーシ君は必ず毎週は新しいの持ってきてるからな。コメントはオキーシさん。オキーシ君が自分で書いてて。これがね、読みにくいんだけどね、みんなよく読むんだよね。本当にじっくり読んでるの。それでね、面白いのが、オケシ君、この CD なんだけど、このレコード好きな人におすすめですみたいな感じで、自分で、そういうコンピ作ったりとか、そういうのやったりしてるんですよ。それを入れてるっていう。じゃあ、この壁際に行くと CD も結構並んでますね。はい。浄土寺便って言って、今はもうやってないんですけど、京都で喫茶イノっていうのをやってた井上さんっていう女性の方なんですけど、それでキーボーディストで自分でそのレコードなんかも作ってる、彼女がやってたラジオ仕立てで自分の持ってるレコードを毎月毎月そのテーマを決めて紹介するみたいな感じの。カウンター前には7インチ。最近手入れてないんですけど、この辺にもオキーシ君の委託とかあるんですよね。これあとターンオンレコードっていう一緒にバンドやってる森田っていうのがいるんですけど、ターンオンレコードが通販のお店なんですけどね、そこの商品がここにあるという、どっちかっていうとガレージパンクとかそういうワイルドな音楽が多いような気が、古いジャズとかもいっぱいある。でこれジョン・フェイヒーのサインですか？そうです。来日した時にその時の写真があるんですよ。これジョン・フェイヒーか。そう。これでね、ずーっとね、このね、黒いところ全部ね、彼が描いてるんですよ。そうですよね。そう、それで2、30分こう描きながらいろいろ。いや、ラストアルバムのレッドクロス。最高っすよね。最高、あれは。この壁レコはあれですか、やっぱり今の一押しみたいなものを入れる。そうですね。なんですけど、全然なんとなくただ気分でパッて出したりとかもしてますけど、これとかやっぱ自分大好きですけどね。列車のそういうフォークソングみたいなのを昔そういう30年代とかにテープでその現地で録音されてたようなやつを集めていいレコードです。あとこれもねすごいいいんですよ。SP 版12インチの SP 版なんですけど、写真は V ディスクっていう戦時中に作られてたレーベルがあって、アメリカの軍が作ってたんですけど、軍の慰問のために、それでこのレーベルのためにこういう有名な人たちがこれでしか聴けない録音みたいなのを録音してて、やたら缶に紛れている感じなんですけど、この人ボイド・レイバーンって言って、西海岸でいろいろやってた人
人なんですけど、まあ、すごい前衛的なビッグバンドを40年代とかにやってた人で、方がリーダーです。リーダーです。楽器あんま自分ではやってないんじゃないかな。すごい面白い、なんか気持ち悪いスイングジャズみたいなのとか、なんかそういうのいっぱいあってて、面白いですよ。ボイド・レイバーン。でこちらが SP コーナーですね。SP をこう掘るっていう時に何をポイントに掘っていけばいいんでしょうか。自分の好きな感じのっていう感じなんじゃないですか。あとやっぱ主張ですよね。聞かないとやっぱ分かんないです。今新品とかで新しく出てるプレイヤーで78回転ついてるのいっぱいありますからね。よく言えばちゃんとは針を SP 用の針に変えて聞くと本当にいいですけど、っていうか、そうしないとまずいと思いますけど、こういうプレイヤーです。これですね。あ、これです。まさに、すごいいい音なんですよ。中古ですけど、今作ってないんですけどね、1万円とかで買えるんですよ。SP 版の魅力っていうのはどういうところにありますか。やっぱり音いいのと、全く別物としか言えないので、 LP とオリジナル7インチで、同じ曲でもなんか音違う、それがさらに違うっていう感じがします。これ割と最近入った新入荷なんですけどね、これとかすごいいいですけどね。アルバート・アモン、ブギウギのピアニストで、ブルーノートってレーベルあるじゃないですか。この人に感動してアルフレッド・ライオンが作ったって言われてるんです。これなんかも最高です。これニューオーリンズのやっぱあれで、リズム&ブルースの人、ブギウギのなんかクラシックなんですけど、すっごい音いいですよ。聞いてみます？これね、コロンビアで昔多分90年ぐらいまで作ってたんじゃないかな。音楽の授業なんかで先生が聴かせたりとかするためになんか作ったようなやつだと思うんですけどね。このスピーカーとかすごいいい音でいいんですよ。こんな感じ。本当音いいんですよ。フルレンジのこれに入ってるスピーカーがすごいいいんですよね。CD もちゃんと聴ける。これはでももうダメになっちゃってて、CD とやっぱテープからもうダメになっちゃうんですけど、でもね、プレイヤー部分はかなり生きてるのが多いです。で、ここがもうこんなただ裸で出てるんですけど、クラシックの SP で、こういうの探しに来る人とかもなんか多くて、この辺見る人はやっぱ SP に夢中な人が多いと思います。やっぱりミュージシャン系の人が多いですかね。 DJ やってる人とか。前はいいレコードをホームページに出すともうすぐ売れるんですよ。うちはなんか本当に出す枚数が少なかったんで、それはそうなのかもしれないですけど、いいのがあんまり残んないのがね、すごく嫌だなっていうのはありましたね。実際にお店に来てくれたお客さんがねえじゃんみたいな風に思われるのが嫌だなっていうのはありましたね。やっぱりお客さんにレコード聴いてもらって喜んでもらってる時ですかね。なるべく細く長くこういう感じで続けていければいいかなとは思ってます。もうこれは全然 SP 版のただのスリーブ、カンパニースリーブです。SP 買った人にあげてるんです。こういうの。もう一応このカンパニースリーブありなしで価値が変わったりもするんですか。やっぱりブルースとかそういうのはやっぱ変わってきます。とにかく高いなんかレコードレーベルとかあるんですけど、そういうのはもうスリーブだけですごい高かったりとか。ちょっと一番上に乗ってるその赤いスリーブ、細野さん、細野ハウスのスリーブのあれを元にしたやつじゃないですか。パロディの。そうですね。キャピトルっていうアメリカのレーベルですけどね。これはいや多分日本の昔のやつじゃないかな。結構昔だと大きいレーベル。そうですね。これ面白いんですけど、イギリスかな？違うかな？多分ね、これイギリスのレコード屋さんが自分のレコード屋のそのショッピングバッグみたいな感じで自分で作ってたスリーブ。これ面白い。それももう自分こういう MGM とか好きですけど、ハンク・ウィリアムスとかそういうのがなんかこれに入ってたっていう。大丈夫。もちろん。なんかでも汚いですよ。右から書いたのとか、それだけでちょっとグッときちゃう。世界無比の
ピアノ演奏家コルトの香り高きレコード。香り高きキャッチがいいですね、ジャケはなかったんですよ。ジャケはないんですよ。SP 版なんで。じゃあ作品ごとにちゃんと吸ってるってこといやですかね。作品ごとじゃなくて、当時のヒットしそうなやつを、だと思います。うん。広告なんだ。そうです。だから一枚一枚のためのやつじゃなくて、レコード会社の、そうですね、プッシュしたやつが載ってるっていう。